えー、幼獣ララというキャラクターは、漫画版のドゥビルマンがあまりにも殺伐としているので、まあ、テレビ版、テレビアニメ版です。コメディリリーフとして設定されたその原作者の案ではない、原作者はこんなもん出しちゃっていいのかと思ったぐらいのキャラが、クターがたまたま、何か当時も女の子にすごく受けたっていう風な記述を読みましたが、非常に受けて、でもその受けた時にはもう初めから裏切り者であるデビルマン、人間側に立っているデビルマンと同じく裏切り者であるという運命から、その、デビルマンの協力者になるんですが、結局やはりその戦いの中に巻き込まれてますから、初めはデビルマンを殺すために、自分が死ぬのも覚悟してきたキャラであって、デビルマンに殺されないのはなぜかっていう話になって、そしてデビルマンの味方をするようになるんですが、それで、最後に、最終回の何回か前で殺されてしまうと。で、11回ぐらいしか出てないですね。36話にか26話から36話だから、それで、全部で39話のうち、それで30元は38話だったらしいんですけども、たまたま後で付け加えたらしい。そんで、デビルマンという話自体が途中で終わってる感じなので、割と印象的には当時ずいぶん人気だったようで、当時の記述なのと、過去の振り返る、もう50年前のものですが、振り返ると、ララがいいという風な記述が多いですね。で、当時にもそういう風な話題があったと。で、割と割とメインっていうかサブキャラでもいつも出てくるキャラがいきなり殺されてしまうっていうのはあまりなかったみたいなので、それで衝撃を与えたっていうのもあるみたいですけれども、割と他のキャラクターについてのヒロインのミキとか、ミキのあ周りにいる家族のタレちゃんとか、そういう、サブキャラとかも、まあ、記憶には残るんですが、割ともともとない設定で、キャラクターが随分受けて、人気があったと。で、今公式配信でやってる限りは、だから、ちょっとそのサブキャラをもう少し11回で消えてしまうキャラなので、デビルマンもその後すぐ終わってしまうんですが、まあ、50年ぶりのキャラということですが、それをもう少しちょっと人に知ってもらおうかなと思ったりもしたんですが、で、これは長い号版のアベンジャーズみたいなダイナミックヒーローズって漫画で一旦、あの、読みゲッターロボットがマジンガー Z とかグレンダイザーとか、あの、デビルマンとキューティーハニーとか全部混ざってくる漫画に、幼獣ララも、助ける役で出てくるんですけれども、あの、また同じように消えてしまうと。デーモン一族がなんか全部蘇ってきて、その中にララも混じっていて、またもう一回裏切るみたいな話なんですけども、裏切ってデビルマンっていうか、ヒーロー側につくという話なんですけども、で、デーモン一族自体が全消滅してしまうとこにララも一緒に消滅してしまうと、再び消滅してしまうという話になってるわけですが、このキャラクターをどういうふうに分析するかということで、いろいろなことが書いてある、ちょっと読んだりしたんですが、割とやはりなんか、偶然生まれて、たまたま受けちゃったみたいな要素も多いようで、なかなか分析しきれていないと。で、アニメ版自体が途中で終わってるってこともありますし、深く掘り下げようもないというふうに言えるんですが、その、この、で、いくつか納得いかない評論みたいなのも読んだんですが、簡単なコメントですが、そのコメントに対する違和感っていうのはまた別のところで、誰が何を言っていて、それがどういうふうに、
自分はそこの、そういうには、引き寄せられないか、ということを、これは割となんか正面向いてやらなきゃなんない感じがするんですね。で、これは生態とかの話と関わりのない話ではないんですよね。あの、実はって言い方は僕は嫌いなんですが、その、あの、全部言うことができないというのがやっぱり、あの、今回やってみて思ったのは、やはり、人間関係を追ってしまってる、過去についての背景っていうのは、全部ストレートに言葉に出せないっていうことがよく分かったので、何か抽象的に言うか、もう少し何か、練り込んで言わなきゃならない。で、YouTube のなんていうんですか、連続的にバーっと喋るっていう洗脳するみたいなやり方ですね。ああいうのは良くないって言うんですけども、かといって一方、言いよどむと何か思考が深まるというよりか、なんか途切れてしまう感じなのがよく分かったので、何かラジオなんかもそうなんでしょうけど、これは何か言葉をつなげながら思考の意図みたいなのを手繰り寄せて、その言葉の連想でまた次の言葉を突き出していくっていう風なことをしないと、その話が続きいかないんだなっていう風なのをつくづく感じました。だからそれはある種の尺を持ってポンと、もう体力勝負である時間の枠にこうやってポンと言葉を置くってことも必要なのかもしれませんし、かといってそれはきついから、シナリオがやっぱり必要になるってことなのかもしれません。